自己評価が高くなることも人間関係の積極性を生みます。なので自分を責めることをやめましょう。例えば我々は特に親から責められて育った人ほど友達が少ない、人を避けてしまう、孤独だ、このような症状を必要以上に自己蔑視や罪悪感を感じる傾向にあります。でもこういうのも自分が弱いとかダサいとか魅力がないから友達が少ないのではなくて、小さい時にできた心の傷があったり脳の働きによるものです。だから弱いとかダサいと自己否定をするのは間違っています。本当は心に傷があっても生き延びた立派さと強さを持っています。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人を避けると言っても、本当に人が嫌いで引きこもって完全に人と会わないようにする人もいれば、社会生活は普通にするし、孤独は寂しいと思っているけれども、それでも悪く評価されることや拒否や傷つくことが怖くて、人と深く関わることを避ける人もいます。今日は孤独は嫌なので友達が欲しいという意識は持っているんだけど、それでも無意識で人間関係を避けてしまう人、知らず知らずのうちに自分からシャッターを下ろしてしまっている人を取り上げたいと思います。人は孤独だと人間として劣っているように感じたり、恥ずかしく感じたり、自己蔑視を強めてしまいます。人間関係を上達させることは、アダルト・チルドレンからの回復にもとても大切なことです。1、人を避ける生き方とは。2、人を避ける生き方になってしまう原因。3、人を避ける生き方の問題点。4、どうすればいいかという対策。5、ポイントの振り返りと補足。6、すぐにできること。このような順番で話します。孤独は嫌だと思っているけど、人を避けてしまうために人と親しくなれない人の症状は、親しくなりたい人がいても、親しくなれるという100%の確信がない限り、自分からは話しかけない、意見を言えない、会話に加わっても微笑んでいるだけ、初対面の人に消極的で、パーティーなどに参加しても最初から最後まで仲のいい数人としか話さない、助けが必要な時でも人に物を頼まない、このような生き方になってしまいます。要するに近づこうとして拒絶されることがものすごく怖いんです。世の中にはたくさんの人がいますので、たった一人に拒絶されることぐらいどうってことないんですが、どうってことないとは思えません。ものすごく傷つきます。たった一人の拒絶がものすごく傷つくとなると冒険はできません。このような人でも誰かと二人きりなどになると頑張って話すこともありますが、その頑張りはその人と親しくなりたいという気持ちからの頑張りではありません。変な人と思われたくない、嫌われたくない、一りぼっちにされたくないという気持ちから来ています。したいという自己実現的な生き方ではなくて、
しなくては大変なことになるという恐怖からの頑張りです。つまり話せないのも、あるいは頑張って話すのも根っこは同じです。それは不安とか恐怖です。次はどうして孤独は嫌なのに人を避けてしまうのか。嫌われたくないのに深く関わることができないのか。なぜ人に拒絶されることがものすごく怖いのかを考えてみましょう。原因がわかると自己蔑視がなくなったり対処がしやすくなりますが、でも原因はいろいろ考えられます。持って生まれた気質や遺伝子なのでそのような傾向を持つ人もいますし、家庭以外でトラウマを持ってしまうこともありますが、数としては外でトラウマを持つよりその前に親子関係に問題があることが多いので、このチャンネルは主に養育環境に焦点を当てています。また養育環境で考えられる傾向もルートは一つだけではないし、どんなことでも全ての人に当てはまることなどないので、原因というよりは可能性の一つです。なので自分に当てはまるかどうかを考えながら見てください。小さい頃に泣いて助けを求めた時などに親が優しく「どうしたの？大丈夫だよ」と常に不安や苦痛を取り除いてくれると、子供は困った時や怖い時は親に助けてもらおうと親に近づきます。逆に泣いて助けを求めても無視されたり、うるさいと一喝され続けて育ったような人は、親に頼るということが学習できていません。むしろ親は助けてくれないということを学習してしまっています。そのうち困っても親に助けてもらおうとしなくなります。同時に親に興味を持ってもらえていないと感じているかもしれません。あるいはもっとひどくなると、責められ続けて育ったような人は、親はいつも自分に対して批判的な目で見る。親は心理的には敵だ。このような感じ方を心の深い部分に植え付けてしまっているかもしれません。心の深い部分なので、自動的にやっていることなので、自分がそのような感じ方をしているとは気づいていない人が多いのですが、アダルトチルドレンは心の深い部分にこのような思い込みを作ることが多いです。そして人は親をモデルに人間とはこういうものだという認識を持ちます。つまり親に感じていたことをその他の人に対しても感じます。そこでアダルトチルドレンは、人は自分を助けてくれない。人は自分になど興味を持たない。人はいつも自分に対して批判的な目で見る。人はみんな敵だ。このような思い込みを作ることが多いです。気づいていなくても心の奥にこのような思い込みがあれば、人をいいものだとは思えません。むしろ嫌なものだとか怖いものと感じます。そこで人と親しくなることを無意識で避けているかもしれません。さらにこのような愛の乏しい環境で育ってくると自己評価が低くなります。自己評価が低い人ほど人に悪い評価をされたり批判されるとものすごく傷つきます。
そこで自己評価が低い人ほど自分が評価されたり批判されたりするリスクを避けます。意識の上では孤独は嫌だと思っていても、親しい人は欲しいと思っていても、悪い評価をされたり批判されるとものすごく傷つくので、人と親しくなろうとすることができないのです。このような人は人が怖いと思っていることが多いですが、本当は傷つくのが怖いんです。だから自分が受け入れてもらえるという確信のあるときは人を避けません。でも自分に自信がなく不安だから、なかなかそのような確信が持てる相手は出てきません。だから人間関係は極端に消極的になります。次は人を避けているとどのような問題点が出るのか考えてみましょう。まずは自己実現的にしたいで生きているのではなくて、人に嫌われることや傷つくことが怖くて、こうしたら大変なことになる。こうしなくては大変なことになる。という恐怖で生きている人は、心理的にとても不安定ですごく傷つきやすくなります。それから自分は相手に受け入れてもらえないから傷つくという不安から、人と関わることから逃げれば逃げるほど、自分は相手に受け入れてもらえないから傷つくという不安を強くします。不安だからといって何かから逃げることは、心の中で自分は相手に受け入れてもらえないから傷つくと自分に言っているのと同じだからです。繰り返していると強い暗示みたいになって、その思い込みが強くなり、克服するのがより難しくなります。そこで一度不安から人間関係を逃げると、この逃げるという方法を何度も使うようになってしまいます。これでは自分を受け入れてくれる人などいない。自分はすべての人に受け入れてもらえないという認知の歪みが事実としか思えなくなっていきます。それは認知の歪みだよと言われても信じられなくなっていきます。さらに悪いことは、それは認知の歪みだということを身をもって経験する機会が奪われてしまうということです。そして傷つかない方法と幸せになる方法は違います。そのことを理解するにはまず、本来人間は一人ではなく群れで暮らす生き物ということを知ることが大切です。大昔、我々の古い先祖は群れで暮らすことにより肉食動物から命を守ってきました。肉食動物からの防衛だけではなく、狩りや採集でも協力が必要でした。その結果、社会性を扱えるように脳が進化したと考えられています。つまり簡単に言ってしまうと、脳には生き延びるようにインプットされているんです。群れで暮らすようにインプットされているのもその一つです。群れで暮らせないと生き残れなかった頃に脳が出来上がっているのだから、我々はクラスで浮いていたりすると脳が騒ぎやすいです。自分は情けない、自分はダサい、自分は弱いなどの強い劣等感や自責感情を感じやすいのは、生き延びるための警告と受け取ることもできます。もちろん愛されずに育ったなどで自己評価が低く自己否定傾向の人は余計にこれが強くなります。またマウスを使った実験でも、
数ヶ月隔離されたマウスは、抑うつ予行動を示すと言います。例えば、水槽に入れられたマウスは、普通自力で泳ぎますが、長期隔離されたマウスは、自力で泳ぐのをすぐにやめ、不動時間が長くなるそうです。あるいは開放空間でも動き回る距離や回数が減少します。さらに通常は好む砂糖水をあまり飲まなくなると言います。つまり無力感があってすぐに諦めてしまったり、快楽や喜びを喪失するというわけです。これは人間でいうところの抑うつ症状に似ています。では人間ではどうかというと、アメリカの精神科医のスチュアート・グラシュアンが独房に入れられて他の受刑者との接触や面会などが禁止されている受刑者を調査しました。長期隔離された受刑者は普通の音にも過敏に反応するようになり、思考障害や集中力や記憶力が低下したり、被害妄想的になったり、自殺リスクや自傷行為が増えたそうです。このようなことからも、我々は人とのつながりが大切だと言えそうです。では、どうすればいいかという対策ですが、この動画で取り上げているのは、本当に人が嫌いで、完全に人と会わないで生きていこうと決めている人ではなくて、社会生活は普通にするし、孤独は寂しいと思っているけれども、どうしても人と深く関わることを避けてしまう人です。生き方は人それぞれですので、人が嫌いなために完全に人を避けて生きていて、それでも幸せだという人に、無理やり生き方を変えましょうというつもりはありません。本人が納得して、それで良ければそれでいいと思います。でも不本意ながらも、どうしても孤独になってしまう。人と深く関わることができないという人への対策です。まずは無意識の問題がある人は、その無意識に気づくことが大事です。無意識の問題とは、例えば、孤独は嫌と意識をしていても、無意識で人を避けているというのは、無意識に問題があるということです。ありがちなのは、自分は普通にしているつもりでも、無意識では人とごく表面的な関わりしか持とうとしていないというようなことがあります。このような人は、その自分の無意識に気づくことが大きな一歩です。次に、心の深い部分にどんな思い込みがあったら、無意識に人を避けるのかということを考える必要があります。自分は嫌われるに決まっている。自分を受け入れてくれる人などいるわけがない。人はこのような思い込みがあれば、無意識でシャッターを下ろします。なので一応、自分にはそのような思い込みがないかどうかチェックしてみてください。そして多くの人を避ける人は、この不安や恐怖があるから人を避けて自分を傷つくことから守っているのですが、まずこの人を避けるという方法以外にも、自分を守る方法があるということを知ることが大切です。あるいは親に必要以上に縛られてきた人は、人と深く付き合うことは自由を奪われることでめんどくさいことと感じがちですが、人と一緒にいても自分は自由に生きられるということを知ることも大切です。
次に、自分を守るということは、コミュニケーション能力をつけて、人を見る目を育てることであって、すべての人をブロックすることではありません。さっき、自分は嫌われるに決まっている。自分を受け入れてくれる人などいるわけがない。このような思い込みがあれば、無意識でシャッターを下ろしますと言いましたが、この思い込みを癒してくれるのも、また人との付き合いからです。このような思い込みが強い時には、なかなか難しいのですが、実際に受け入れてもらう体験をするなどが、それを癒すとてもいい体験になります。だから全ての人をブロックするのではなくて、信頼できる人のそばに行くとか、安心できる小さなコミュニティに参加するのがとてもためになります。そして一人でも味方ができると人は強くなります。積極性が生まれます。どんどん信頼できる人を増やしやすくなります。積極性の関連で言うと、自己評価が高くなることも人間関係の積極性を生みます。なので自分を責めることをやめましょう。例えば我々は特に親から責められて育った人ほど友達が少ない、人を避けてしまう、孤独だ、このような症状を必要以上に自己蔑視や罪悪感を感じる傾向にあります。でもこういうのも自分が弱いとかダサいとか魅力がないから友達が少ないのではなくて、小さい時にできた心の傷があったり脳の働きによるものです。だから弱いとかダサいと自己否定をするのは間違っています。本当は心に傷があっても生き延びた立派さと強さを持っています。大事なところなので、ここまでをまとめると、自分は嫌われるに決まっている。自分を受け入れてくれる人などいるわけがない。このような認知の歪みを直すこと、そのために一人でも信頼できる人や味方を作ること、そして自己評価を上げることが大切です。傷つくことや人が怖くて人を避けてしまう人は、生まれつきだろうが、育ってくる環境で敏感になったのであろうが、結局のところ不安や恐怖が強すぎるんです。つまり脳の恐怖を感じる箇所である扁桃体が活発に働いてしまうんです。脳は頻繁に使っている箇所が太くなるので、恐怖や不安をあまり感じない人より、扁桃体が活発に働くようになっているのかもしれません。この扁桃体のシステムに対抗するのが前頭前皮質です。前頭前皮質は扁桃体のように漠然とした感情で伝えるのではなく、整理された言葉で信号を伝えます。なので、この恐怖は以前の経験に基づくもので今の現実ではない。これは脳が過剰反応しているだけだ。と繰り返し言葉で安心させてあげましょう。脳は前頭前皮質が優位になると、扁桃体の活動が低下するそうです。逆もしかりです。扁桃体が活発の時は、前頭前皮質の働きが低下することが分かっています。だから恐怖の時は、なかなか自分に言い聞かせて落ち着かせようと頑張っても、恐怖ばかりを感じてしまいます。
でもこれは自分に安心する言葉を繰り返し言い聞かせて、前頭前皮質が扁桃体よりも優位になると、扁桃体の働きが低下し、恐怖が和らぐということでもあります。では、ポイントを振り返りながら補足します。何らかの理由で自分のことだけで精一杯の親は、子供が泣いて助けを求めても助けてあげられなかったり、子供が今どのように感じ、どのようなことに困っているかなどを考える余裕がなかったり、子供を自分の都合いいように操作しようとします。このような環境で育ってくると、子供は自分が人と親しくなれるわけがない。人は自分になど興味を持たない。人はいつも自分に対して批判的な目で見る。人はみんな敵だ。このような認知の歪みを作ったり、自己評価が低くなりやすいです。自己評価が低いと、その低い自己評価を通して出来事を受け取るので傷つきやすくなります。ちょっと批判されたり、ちょっと仲間外れにされると激しく傷つきます。こうなると、孤独は嫌なので友達が欲しいとは思っていても、自分からは話しかけられない。会話に加わっても微笑んでいるだけで精一杯。このように親しくなる機会を避け、人間関係の距離を縮められなくなります。これでは本来楽しいはずの人間関係が恐怖でしかありません。人はネガティブな感情とか不安や恐怖からは逃げたいので、このような人は無意識で人間関係をなるべく表面だけのものにしていたり、新しい人間関係にはとても消極的になっているかもしれません。こうなると、人と接する機会は避けたり、逃げたり、参加しませんが、不安だからといって、何かから逃げると、心の中で、自分が人と親しくなれるわけがない。自分は相手に受け入れてもらえない。と自分に言っているのと同じです。だから不安から逃げていると不安は大きくなります。そこでどんどん人と接することが怖くなり、最後には孤独になってしまいかねません。脳は生き延びるようにプログラムされているので、我々は恐怖に敏感です。もし恐怖に鈍感だったら、人類はとっくに絶滅していると思います。だから我々は恐怖という感情をとても大きく感じます。そこで人は恐怖があると幸せになることより恐怖から逃げることを選択しがちです。つまり心の底に人と接すると傷つくという恐怖がある人は幸せになることより孤独を選択しがちです。そこでこれでいいんだ。人間と関わるぐらいなら孤独の方がいいんだ。と合理化してしまう人も多いです。でもこれでは刺激のない生活はできても幸せは感じられません。さらに人は長期間隔離されていると思考障害や集中力や記憶力が低下したり、被害妄想的になったり、自殺リスクや自傷行為が増えるという報告があります。なので変えられることを変えていくことが必要ですが、恐怖が強ければ今すぐに変えられないのは当たり前のことです。今すぐに変えられないからといってこれでいいと合理化するのではなくて、今すぐはできなくてもこのようなことを頭の隅に入れておくと、いつか恐怖が薄れてきた頃に前に進むことができるかもしれません。
今すぐというよりは、まずは心の準備が必要です。準備とは例えば、自分は嫌われるに決まっている。自分を受け入れてくれる人などいるわけがない。まずこれは認知の歪みだと気づきましょう。そのためには受け入れてもらえることもあるという体験をすることはとても貴重な体験です。でも今までのような人間関係を避けていたり、表面的な関わりしか元としない生き方は、これを認知の歪みと気づく機会を失う生き方です。そのような生き方をしていれば、自分は嫌われるに決まっている。自分を受け入れてくれる人などいるわけがないという思いを強くするだけで、これが認知の歪みだとは気づけません。この認知の歪みがあって人を避けてきた人は、今までこの方法で自分を守ってきたのですが、人を避けるという方法以外にも自分を守る方法があるということに気づくことは大切です。また、一人でも味方を作ること、自己評価を上げることなども積極性が生まれて人と親しくなりやすくなります。恐怖がある人は一人でも味方を作りましょうと言われてもできるわけないと感じるし、怖いので行動に出られないのが普通です。だからまずは自己評価を上げることが大切です。自己評価の上げ方は、自己肯定感を高めようなどの再生リストを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それから、自分は拒否されるに決まっている。周りは自分を傷つけるだろうと恐怖を感じているときは、この恐怖は以前の経験に基づくもので今の現実ではない。これは脳が過剰反応しているだけと繰り返し自分に言い聞かせましょう。脳はこのように自分に言い聞かせて、前頭前皮質を恐怖を司る扁桃体以上に活発化させると恐怖が低下します。逆に言うと、恐怖を司る扁桃体が優勢の時は、なかなかこのような言葉が有効にならないということです。なので、安全な場所で安心をイメージしながら何度も何度も繰り返す必要があります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、リフレーミングしてみようです。リフレーミングとは、フレームを整え直すことです。つまり、物事の枠組みを捉え直すことです。例えば、上司に批判されたと感じたら、もしかしたら上司は、この人はいつもこういう人だと、こちらを全体として評価したのではなくて、こちらのその時のコンディションを見ただけかもと別視点を考えてみることがリフレーミングです。このように捉え直すことで、自分の人間性そのものが否定されたのではなくて、今日はたまたま体調や気分が優れないのを見られただけかもしれないと考えられるようになり、ネガティブな思い込みを和らげる可能性が生まれます。この動画で取り上げてきた自分は拒否されるに決まっている。これをリフレーミングすると、相手はその場の雰囲気を壊したくないから、むしろ受け入れてくれるかもしれない。
あるいは相手もこちらに評価されることを恐れていて、相手もこちらに良い印象を与えたいと思っているかもしれない。このようにリフレーミングできるかもしれません。アダルトチルドレンは認知が歪んでいる人が多いですが、認知が歪んでいる人は偏った視点になりがちです。視点を変えることで不安や被害妄想が緩和され、人間関係もうまくいきやすくなります。よかったら今抱えている感情を視点を変えてリフレーミングしてみてください。アダルトチルドレンは認知の歪みを直すことは重要な課題の一つです。毒親育ちが陥る認知の歪みや勘違いなどの動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。